こんにちは、けこです。ご視聴いただきありがとうございます。今回はダイソーさんの糸でこちらのスマホショルダーを編んでいきます。使用する材料はこちらです。ダイソーのバルキーを3玉。使用する道具はかぎ針7号で編んでいきます。それでは編んでいきましょう。最初は鎖17目編んでいきます。サイズを変えたい場合はプラスマイナス3目で増減してください。1段目の編み図はこちらです。鎖1つで立ち上げ、細編みを36目編んでいきます。細編みを17目編めました。角のところに来たら細編みを1つ入れて反対側の17目も編んでいきます。反対側も細編み17目編み終えました。角のところにもう一つ細編みを編んで、これで1段目が完成です。編み始めの糸を処理します。2段目も続けて細編み36目編んでいきます。
3段目も細編みを36目編みます。4段目の編み図がこちらです。1つ目のところに鎖3つで立ち上げます。1、2、3。2つ目のところに長編みを1つ編みます。鎖を1つ編みます。1つ目を開けたところから長編みを2回編みます。鎖を1つ編んで、1つ目を開けたところから長編みを2回編みます。この繰り返しになります。1段編んできました。これが4段目の最後の長編み2つになります。鎖を1つ編んで、最初に鎖3つで立ち上げたこの部分に針を入れて糸を引き抜きます。これで4段目が編めました。5段目は鎖1つで立ち上げ、細編みを36目編んでいきます。
細編みを1段編んできました。35、36、最初の細編みのところに針を入れて糸を引き抜きます。これで5段目の細編みが完成です。6段目の編み図がこちらです。4段目と同じ編み方の繰り返しです。1段編んできました。最後に鎖1つ入れて、最初の立ち上がりのところから糸を引き抜いて、これで6段目が完成です。7段目は細編み36目編んでいきます。1段編み終えるとこんな感じになります。8段目からこの2段の繰り返しを好きな高さまで編みます。動画では約16センチの高さまで編んでいます。模様の段を好きな高さまで編めたら、細編み36目を2段編んでいきます。
細編み36目を2段編んできました。これが最後の細編みです。最後に縁編みで1周編みます。縁編みを1周編んできました。最初のこの部分に針を入れ、糸を引き抜きます。これでポーチ部分が完成になります。糸を処理します。ここからショルダーを編んでいきます。編み図はこのような感じになります。ポーチを2つ折りにして、ちょうど角に来るところの編み目からショルダーを編み始めます。この部分から18目のところに反対のショルダーの紐を通していくので、印をつけておきます。編み始めの糸は長めに残しておきます。ここから鎖編みで好きな長さまでショルダーを編んでいきますが、戻ってくる時に引き抜き編みをすると少し短くなるように感じるので、鎖編みは少し長めに編んでおくといいです。少し長めに鎖編みを編み終えました。印をつけたところの後ろ側から針を入れ、糸を引き抜きます。この後引き抜き編みでさらに太めのショルダーにしますが、この太さのショルダーでも大丈夫でしたら、この部分で糸をカットして糸処理すれば、鎖編みだけのショルダーでも全然大丈夫です。お好きなように編んでください。ここから鎖編みの裏山を拾って引き抜き編みで最初の位置まで編んでいきます。
き抜き編みでショルダー部分を編んできました。鎖編みの最後の裏山を拾ったら、この部分に針を入れて糸を引き抜きます。長めに糸をカットします。糸処理は同じ方向だけではなく、違う方向にも糸を通しておくとしっかりした仕上がりになります。もしよかったら参考にしてください。完成です。お疲れ様でした。 iPhone で一番大きい Pro Max も入る大きさです。太い糸なので伸びづらくしっかりした仕上がりになります。色もとても可愛いので、もしよかったら編んでみてください。編んだ作品はハッシュタグけこチャンネルでシェアしていただけるととても嬉しいです。お待ちしてます。もしボタンをつけたい場合は、鎖16目でボタンホルダーを編むとちょうどいいです。もしよかったら参考にしてください。ご視聴いただきありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録お願いします。